にちは、小説家の深澤しおです。私の小説の主人公をどのように決めているかをお伝えしようと思います。小説を書くときに主人公をどのように決めるかですけれども、小説にもよるんですけれども、モデルがいる場合があります。でモデルがいる場合はその人の性格ですとか特徴を、書き留めたり分析して、でそれを、全部採用するわけじゃなくて2人の人を1人にくっつけたりっていうように、モデルがいる場合はその人そのものにならないように作ります。でもなぜその人が主人公になるかっていうと、やっぱり強烈なキャラクターだったりエピソードがあった時にヒントになることが多いですね。で主人公どちらかというと、私は平凡な人というかすごく特殊な人というよりは、どこにでもいるすぐ隣にいる人っていうのが多いんですけれども、例えばカフェとか電車の中で人の話を盗み聞きしてるというか、聞こえてくる話を聞き入って、そこからヒントを得たりして人物を作ることも多いんですね。なので、どちらかというと日常から生まれるっていう感じです。で見た目なんかもだいたいこんな感じって履歴書を書いて作るんですけど、その履歴書の中には例えば趣味とか英検何級とかそういうものまで細かく決めて、小説の中には書かないんですけども、自分の中でイメージを膨らまして決めることが多いのと、例えば年齢を決めた時にその年齢の年度で一番多い名前っていうのを検索して、上から5位以内ぐらいの割とよくある名前なんかを使うようにしてます。であんまり作品の中に名前と性格が直結する感じはあんまり使わないんですね。なので割と平凡な名前にしてキャラクターで印象づけるっていう感じ。それから会話なんかはそれこそ盗み聞きで、この会話使いたいなっていうのは携帯見てるふりしてメモしたりとかして使わせてもらうっていうことがありますね。で結構会話でキャラクターを作っていくっていうのはあるんですけれども、それとですね、見た目なんかでちょっとイメージが、例えばこんな服装してるとか、こんな顔形とか、こんな感じっていうのを考えるときに俳優さんとか女優さんとかを想像して、誰っていうことは私の頭の中にだけはあるんですけれども、それを想像しながら描写するっていうことも結構ありますね。で例えばですね、このかけらの形っていう私の書いた妙齢というか40代女性のたちの話なんですけども、キャラクターとして強烈に出てくる女性を考えた時に、これは私が過去出会ってとっても印象的だった女性をモデルにしてるんですけど、その時にその人と SNS を交換したんですね。すごく親しいわけじゃないんですけれども、でもこの人ちょっと面白いなと思って、その人の SNS を必ずチェックしてキャラクターを分析して結構それを参考にして書いてるところはありました。はい、なので読む人が読めば分かるのかなというふうには作らないように、いろんなのはミックスしつつも、かなり現実の人をリアリティあるように参考にしています。でこの足りない暮らしっていう小説はこれは女性専用シェアハウスが舞台になってるんですけど、これの主人公を決めるときは実際に取材に行ってその場所を見て、なんとなく住んでる人をこれは想像で描いて書きました。でキャラクターだから想像で全部作る場合もあります。そこに住んでたり従業員だった人たちが参考にはしてるんですけど、この小説の場合は割と作り上げた感じが多かったですね。でこれもだから身近な例としてランチに行きましょうという文庫本なんですけど、これママ友のお話なんですけど、この小説の主人公は非常に平凡な女性で、人の顔色を伺ってるっていう感じの女性なんですけど、この女性主人公に関しては
結構自分の過去の性格とかそういうものが反映されていて、でやっぱりね自分で作り上げたと思っても私の頭の中から出てきてるんで、主人公って結構どっかに自分が反映されてるんですね。なので読んでいただくと、書いている私のいろんな断面が分かるような感じだとは思うんですが、上手には散らしてあるんですけれども、そういう感じで主人公はどうしても感情移入して語り手になる場合は特に自分が憑依して書くっていう感じなので、自分の考え方が反映されることは多いんですね。だけどそれを一回書いた後にもう一回読み返して俯瞰して、やっぱあまりにもその似通ったキャラクターにならないように削ったりっていうのはあります。主人公以外の登場人物もなんですけど、自分の中に結構ストックとしていろんなキャラクターを取っておいて、ちょっと自分の後ろ劇団みたいのを作っていて、でこの人のこういう感じっていうのは履歴書をいくつも取っておくんですけど、それをこう新しい小説の時にこの人入れようかな、この人採用しようかなっていうので使ったり、この3人ぐらいのをミックスしようかなとか、この人はここを削って入れようかなっていう感じで、キャラクターはキャラクターですごく用意をしてるっていうことがあります。また他の小説ではもともと主人公ありき、例えば過去に実際にいた人物だったり、明らかに取材してその人の話を詳しく聞いたっていう場合なんかは、想像の部分よりも現実にあったことが中心になってしまうんですけれども、そういう場合も意外性を必ず入れるようにしてるんですね。そうじゃないとなんかすごくステレオタイプというか類型的な人物になってしまうので、そういう点は非常に配慮しながら書いているのと、やっぱりモデル問題ってあって、これ私のこと書いてるでしょ、こんな風に書いてっていうことは言われないようにすごく気をつけて書いているのはあります。この「海を抱いて月に眠る」という小説はうちの父親がモデルになっているんですね。で現実に父に取材をして話を聞いて、韓国から日本に船で渡ってきた人物が主人公なんです。でも娘の目線から書いてるんですけれども、これはねやっぱりね実際の父親をモデルにしたので、非常に苦労しました。で全部想像で作るキャラクターの方が楽です。やっぱりモデルとかベースになってる人がいるとすごく難しいですね。でそういう意味では「すももの花は散っても」っていうこの李雅子さんの小説も難しかったんですけど、この人はもう亡くなっているので、この小説は父がまだ生存している人間を描く、そしてそれもアレンジしてフィクションにして書くっていうのはやっぱりすごく難しかったですね。似てるんですけど全然違う人物にはなっているし、実際じゃあモデルが父親だっていうと、その子供だったり妻も結局私の母だったり私っていうのを想像されてしまうと、なんか深澤師匠ってこうなのか、深澤師匠のお母さんってこうなのかって思われる危険性っていうのがあるので、その辺をやっぱりどの程度フィクションにするかっていうのが難しくて、想像して書くのもそうですし、実際のものとのバランスっていうのはすごく難しかったです。1月24日、集英社インターナショナルさんから狭間の私というエッセイ集を出しました。ぜひ読んでいただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。高評価の方もよろしくお願いします。